僕は今ね、虹玉塾というオーダー作家を育成する講座をやってるんですけども、これから納品するものも含めるとすでに10万超えてます、売り上げ。はい、お疲れ様です。虹玉屋の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。今回はね、作家になるために必要な考え方の話で、ちょっとね、自己投資っていう話をね、したいかなと思います。で、なぜこの話をしたいかっていうとね、結構こんなコメントいただくんだけども、今練習しててね、あんまりまだうまく作れないから、もっと上手くなってから学びに行きたいと思いますっていうようなコメント結構ね、もらうの。なんだけど、その考えはね、やめた方がいいよっていうのをね、ちょっと言いたくてね、この動画撮ってるんだけども、やっぱりね、みんなね、なんか、教室に通うとか、誰かの講座を受けるとかっていうちょっと敷居が高いような気がするじゃない。それね、分かる。僕もそうだったから。なんだけど、そうやって言ってたらいつまでも習いに行けないじゃない。じゃあ上手くなったらっていうの、じゃあいつなのっていう話になっちゃうじゃない。時間はどんどん過ぎてっちゃうから。で、この時間が過ぎることによってどれだけ不利益を被ってるかっていうのをやっぱり理解した方がいいし、そのお金を払って学びに行くんだけども、そのお金を払うことによって自分にしっかり投資ができてるんだよっていうこと。こっから先、その自己投資したことによって1年後2年後3年後これだけの差が開いてるんだよっていうことをちゃんと理解していった方がいいから、ちょっとそこの話をしていきます。やっぱりね、そのいつ習いに行ったらいいのっていうそのタイミングの話をすると、自分がね上手くなりたいって思った時、もう学びたいと思った時、その時にもう遠慮しない。自分が初心者だろうが何だろうが全然関係ないじゃない。そんなのみんなね、結構ね、僕のとこに習いに来るのに敷居が高いと思ってるんだけど、そんなことないよ。僕のとこに今レッスン受けに来てる人だって今年始めたばっかりの人だっているからね。だから全然関係ないから。僕のところにね、学びに来るにしろ、他の先生のところに行くにしろ、全然そんなの関係ないから、そこはちゃんと教えてもらえるんだから行けばいいだけの話だからね。でね、自己投資の話をちょっとするんだけども、例えばちょっと縦軸が技術で、横軸が時間なんだけども、一人で頑張るじゃない。したらね、やっぱりさ、自分でできることって限られてるから、時間かけてすごくゆっくりと技術が上がっていくわけね。で、これはもう何年もね、自分一人でやってる人は分かると思うんだけど、なかなか技術が上手くなっていってるのをなかなか感じることってできないじゃない。もちろんね、上手くはなっていってるんだよ。でもすごい上手くなったとかっていう風に感じれないじゃない、なかなか。で、そんな時に上手くなりたいって思った時に、やっぱりどこかでよし上手くなろうと思ったら学びに行かなきゃ。じゃあここで教室に通いますでも何でもいいから、講座買いますでも何でもいいからね。例えばここでお金が発生するけども、そこは自己投資、自分に投資するんだから、自分の能力を上げるために投資するんだから、思い切ってお金を払ってしっかりと学ぶ。するとその期間でぐっと絶対に間違いなく技術や知識っていうのは上がるんだから。もちろんね、これがしっかりとした技術を上げてくれるような教室に通ったり、先生のもとで習う必要はあるよ。そしてどんなにいいことを教えてくれても自分がやらなかったら伸びないからね。だからもちろんその2つの条件が必要なんだけれども、そこが揃ってれば間違いなく上がるから。例えばさ、自分が技術アップしたいと思って、例えばね、分かりやすく言うと、すごいリアルな作品を作りたいと思って近場の教室探して通っていったら、全然リアルな技術なんて教えてくれる教室じゃなかった。みんなでなんかワイワイねやるための、なんかそういうところを楽しむための教室だったって言ったらさ、ほら自分の目的が違うじゃない。そういう目的がずれてる教室に通いに行ってももちろん技術は上がらないから、そうなると無駄になっちゃうから違うんだけど、だからちゃんと自分の目的と合ってる、そういった教室に通うとか講座を買うとかして、しっかりとそこに投資をする。それと自分が努力さえすれば間違いなくグッと上がる。で、その教室をね通うのをやめたり、講座が終わったりしたら、ここからまた自分の力でやっていくから、ゆっくりとした伸び方になるけど、でも一人でやってる時よりはここでしっかりと技術の伸ばし方とか教わってるから、一人でやってる時よりは伸びやすくなってる、技術がね。という状況が起きます。これがこの差、このたったね、この1度の差かもしれない。だけどこれが時間が経てば経つほど当然どんどん開いていくわけね。だから自分がいつ
学びに行ったらいいんですかっていうのは、もう本当はね、その自分が習いたい、上手くなりたいと思ったら早ければ早いほどいい。これだけの差が生まれてくるんだからね。まず技術と時間の関係はこういう話で、さらにね、実はこの動画を見てくれてる人はしっかりとね、その自分の技術で手仕事でお金を生み出せるようになりたい、稼げるようになりたいっていう人多いと思うから、そういった観点でも話していくと、ここで自己投資することによって後々に生み出せるお金っていうのはものすごく変わってくるから、これめちゃくちゃでかいよ。これね、実例をね出してちょっと話をしていきます。僕は今ね、虹玉塾というオーダー作家を育成するね、講座をやってるんだけれども、初めて見る人はね知らないと思うから、ちょっと簡単に説明させてもらうと、ちょっと審査制なんだけれども、ある程度ね技術がある人に限らせていただいてるんだけれども、その審査に通った人、オーダー作家としてデビューできるように、技術的な指導、それからショップ開設のサポート、それから実際にオーダー取ってからのやり取り、お客さんとのやり取りのフルサポート、そこをしっかりして、その10ヶ月間の間にオーダーデビューまで持っていくよっていうね講座をやってます。普通の教室とか講座とはちょっと違って、受講期間中ね、いつでも24時間僕に質問し放題だし、作品の添削も受け放題だよっていうような内容でやってるんだけれども、それゆえねちょっと高額です。でこれね、1期生今やってるんだけど、1期生ちょっと安いんだけれども38万5000円でやってます。10ヶ月間で38万5000円っていう講座です。作家デビューまで。でここでこの38万5000円ってフェルトの教室とかで言ったらちょっと桁が違うでしょ。もちろんね、いろんな協会とかあるから、そういうところでインストラクターの資格を取るとかってなったらね、これとかそれまでにかかるお金って言ったらもっともっとかかるから、サポート内容からしたらかなり安い金額ではあるんだけども、それでもやっぱり38万5000円っていう金額は高額じゃない。しかも自分がこのね、食べていけるかどうか分かんないって言われてるハンドメイドの世界で手に職をつけるために38万5000円払えるかってなかなか勇気いるじゃない。だけどここで投資をすることによって何が起きてるかっていうと、1月から始めてるんだけど、10月でみんな卒業なんだけれども、10月までの間に今すでにもうオーダーを取ってる人もいます。でもこれからねショップ開設してこれからオーダーを取るっていう人も、それはね個人レッスンなんでバラバラなんだけれども、すでにオーダー取ってる人もいます。でその人を例えば例にとって言うと、この時点で38万5000円っていう金額で自己投資をしたわけね。でそれによってしっかり学んで技術が上がって、いろんなノウハウを学ぶことができて、今オーダーをどんどん取ってます。ですでにだよ、なんと売上金額だよ、これから作るものも含めてね、オーダーがたくさん入ってきていて、これから納品するものも含めるとすでに40万超えてます。売上めちゃくちゃでかい。ここでこの投資をしたからこそすでにこれを稼ぐことができている。10月終わりなんだけど、もうその前にこの受講料ペイしちゃってるんだからね、それを上回ってるんだからすごいよね。これはねレアケースだけれども、でもその他にもすでにもう10万ぐらい稼いでる人もいるし、これからねやっていく人はもうまたね稼いでいくだろうし。というわけで僕が言いたいのは、ここでしっかりと投資をしたことによって何が起きてるかっていうと、ここでね38万5000円っていう目の前の金額は一旦マイナスっていうかね、マイナスにはならないんだけど、要は自分の懐から出てくるわけですよね。それは痛い話じゃない。出てくんだけども、しっかりとここで回収ができる、うまくやればね。でこれね、この先に何があるかっていうと、もっともっとこの金額が開いていくので、一人でやっていたらずっと稼げないままよ、0円のままよ。せいぜい稼いだって自信がないから、1万円とか2万円とかそんなもんじゃない、そんな金額しか稼げないと思うの、一人でやってたらね。で多くの人がそもそもオーダーを取るなんてっていう、もうそういうマインドになっちゃってるから、自分には無理ってなっちゃってるから、絶対だからずっと0円のままなんです。だけどここで投資をすることによって技術が上がって、ノウハウも教えてもらえて、どんどん少しずつ自信がついてきて、そして実際にオーダーを取ってだよ、こなすことで。で僕が後ろでサポートしてるから、正直怖くないじゃない、一人でやるより。だって僕がついてるから。でお客さんとのやり取りの中で、もっとこうした方がいいよ、ああした方がいいよなんて言ってアドバイスもできるし、そういう風にやってどんどん自信をつけていくことによって、作品売って
また一段レベルが上がって、またオーダーが入って、でこうやってどんどん積み重なっていくのね。でこの自己投資していなかった人と何がどんどん変わっていくかっていうと、ここで実績をどんどん作っていくから、お客さんとのやり取りも経験が積み重っていくし、この中でどんどん数をこなしていくから、さらにレベルが上がっていくのね。だから技術も売上金もどんどん上がっていくわけ。今は安い金額でやってるけど、これがどんどんこの実績が積み重なるのにつれて自分の技術も上がっていくから、そしたらオーダーの金額も上がってくるし、すると1年後2年後3年後って言ったら、ものすごい差が開いてるの、自己投資してる人としてない人の。だから今自分がまだまだ下手くそだから学びに行くなんてとてもじゃないけどって言ってるんじゃなくて、本当に自分が上手くなりたい、学びたい、いつまでにこれぐらい稼げるようになりたいっていうしっかり目標があるんだったら、どこかでやっぱりお金はかかるけれども自己投資をしないと。ここで今目の前では一旦自分の懐から出ていくからマイナスなように感じるからおっかないなって思うかもしれないけど、その考えはものすごく間違っていて、ここで投資したことによって、だってこれどっか人任せにしてる投資じゃないからね、自分の中に知識と技術を叩き込んでるんだから、これ盗まれないからね。この投資は金融投資とかと違って、その外部的な要因で上がったり下がったりとかさじゃなくて、もう自分の中のものだからなくなることはないんだから、自分が努力し続ければね。だから絶対一番の投資はもう自分に対する自己投資だから。でそれをやることによって将来的に生み出せるお金も変わってくるし、上がっていく技術の幅も変わってくるから、とにかく今自分が下手くそだから習いに行くことなんてとてもじゃないけどできないじゃなくて、もう自分が上手くなりたいと思ったら、なりたい自分を手に入れるためにはやっぱり投資をするっていうのがね重要だよっていう話です。これね勘違いしてほしくないな。だから僕のところに習いに来なさい、38万円40万円50万円払って僕のところに習いに来なさい、そんなこと言ってるわけじゃないよ。どの先生でもいいの。自分の懐具合だってあるし、ね、使える時間だって全然違うし、目指してるところも違うんだから、自分が何のためにやるのか、そしてどうなりたいのか、そしてそれはいつまでになりたいのか、そういったところをしっかり考えたら、じゃあいつからここに習いに行こう、この先生のところに学びに行こうとかね、そういうふうな選択肢がいろいろ出てくると思うから、そういうふうにしてね学びに行くタイミングっていうのをね測ったらいいんじゃないかなって思います。そしてね、逆にやめた方がいいよって言いたいのは、将来的にこの技術が役に立つかもしれない、この知識が役に立つかもしれないと思って資格を取ったり学びに行くこと、お金をかけてね、それは絶対に無駄になるからやめた方がいい。なぜかっていうと必要じゃないから。今自分に必要のないことを学びに行っても一時的に覚えるけど抜けるの早いから、すると投資になってないから抜けちゃうから。そうではなくて、今自分に必要だから、そこにお金を払ってでも学びに行くの。したらもうお金も払って自分の中に痛みも出てるし、必要だからめちゃくちゃ一生懸命勉強するの。すると自分の血肉になるから、するとそれが結果として大きなものに変わっていくから、とにかく将来的にいつか役に立つかもっていうものにはお金をかけずに、今目の前で絶対に必要なこと、それにしっかりと投資をする。そこの振り分けっていうのをしっかり考えないといけないよっていう話でした。はい、というわけでね、今回のね話はここまでです。今回の話がねためになるなと思ったらね、いいねボタンと、あとね同じように作家を目指している人とかがいたら、ぜひねこのチャンネルね役に立つよって教えてあげてください。それなりに役に立つことはね教えれてると思うので。であとね、いろんなコメントください。もうどんなコメントでもいいです。これはみんなにシェアした方がいいなって思うのは、こうやって動画にしてね勉強会みたいな感じでね話をしていくので、どんどんコメントとかください。結構ねコメントはね本当に嬉しいです。もう全部見てるし全部回答してるし、僕がまた動画作る活力にもなってるので、はい、ぜひねどんどんコメントください。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。